キレットを弱火にかけ、少量の油を引きます。カマンベールチーズを乗せ、スキレットに油をなじませます。空いたスペースでウインナー等を焼きます。チーズが膨らんできたら裏返します。反対の面も同様に焼いたら上部を切り取ります。そしてチーズを軽く混ぜたら準備は完了です。ウインナーや茹でたブロッコリーなど好みの具材をつけて召し上がってください。ニンニクの根元を切り落とし、皮を剥きます。そして薄切りにします。唐辛子はヘタを落とし、種を出します。キッチンペーパーでマッシュルームの汚れをこすり落とします。そして軸を切り落とし、半分に切ります。エビは解凍し、水洗いします。余裕があれば熱湯にくぐらせ、背わたを取ります。そしてキッチンペーパーで水気を拭き取ります。スキレットにニンニク、唐辛子、オリーブオイル、塩を入れます。弱火でじっくり加熱し、ニンニクの香りを出します。そこにマッシュルームを加えます。マッシュルームに半分ほど火が通ったらエビを加えます。エビに火が通ったら完成です。容器にパスタとパスタが浸かる程度の水を入れます。蓋をして2時間以上寝かせます。ご覧の通り水を吸ってかなり柔らかくなります。パスタの戻し汁をお鍋に入れて火にかけます。ご覧のようにお湯は少ないですが問題ありません。沸騰したら塩とパスタを加えます。軽く混ぜ 2,3 分茹でます。1本食べて軽く芯が残る程度で火から下ろします。次にアヒージョの残りを温め、茹で汁を少し加えます。そして手早く混ぜオイルを乳化させます。火から下ろしパスタを加えてオイルと和えます。塩、胡椒で味を整えたら完成です。フランスパンを好みの厚さに切ります。スキレットにバター、オリーブオイル、すりおろしニンニクを入れます。弱火にかけバターを溶かしながら混ぜ合わせます。ニンニクの香りが立ってきたら火を止めます。できたガーリックバターをフランスパンに塗ります。弱火で温めたスキレットにバターを塗った面を下にしてフランスパンを焼きます。そして両面1分ずつ焼いたら取り出します。仕上げにパセリを散らして完成です。ニンニクの根の部分を切り落とします。次にナイフの腹で潰します。そして皮を取り除きます。スキレットにニンニク、オリーブオイルを入れて弱火で加熱します。そこにサバ缶を汁ごと加えます。汁に浸からないものは背骨あたりで半分に割ります。火を強めて煮詰めれば完成です。まずニンニクの皮を剥いて芽を取り除きます。そして厚めにスライスします。唐辛子はヘタを取り種を取り出します。マッシュルームはキッチンペーパーで汚れをこすり落とします。そして軸を切り落とし薄切りにします。ウインナーは食べやすい大きさに切ります。カマンベールチーズは6等分に切ります。スキレットにニンニク、唐辛子、オリーブオイルを入れ香りが出るように弱火でじっくり加熱します。
そこにマッシュルームを加え1分ほど加熱します。中央にカマンベールチーズを加え、周りにウインナーとミニトマトを加えます。塩、黒胡椒、パセリを振り、チーズがとろけてきたら火を止めます。フランスパンにお好みの具材を乗せて召し上がってください。まずソースを作ります。マスタード、マヨネーズ、ケチャップを混ぜ合わせます。トマトのヘタを取り除き、好みの厚さに切ります。ベーコンは焼き色がつくまで両面焼きます。パンにバターを塗り、塗った面がホットサンドメーカー側になるように置きます。レタス、トマト、ソース、ベーコンの順に乗せます。バターを塗ったパンを乗せてホットサンドメーカーで焼きます。焼き時間の目安は片面2分で焼き目がつくまでです。最後に食べやすく切って盛り付けます。まずモッツァレラチーズの水気を拭き取ります。そして縦半分に切り、さらに8ミリの厚さに切ります。トマトは半分に切り、ヘタを取り除きます。そして1センチ厚に切ります。次にモッツァレラチーズとトマトを交互に並べます。塩、胡椒、バジルをかけます。仕上げにオリーブオイルをかけて完成です。ベーコン焼いていきます。半分ぐらいキッチンペーパーで拭いてあげます。一旦ね、ベーコンの方は端っこに避けて、はい、入れていきます。はい、そしてね、空いたスペースに卵も入れていきます。よいしょ。で、この中にね、麺を入れていきます。よいしょ。なるべくね、チーズの上にかけて、チーズがね、溶けるようにしてあげたいですね。そして20秒から30秒ぐらいしたら一気にね、かき混ぜてあげます。あとは仕上げに、はい、黒胡椒をかけてあげます。はい、完成しました。舞茸は食べやすい大きさに裂きます。次にしめじです。半分に割り石突きを切り落とします。そして手で小房に分けます。次にえのきです。まず根元を切り落とします。そして食べやすい大きさに裂きます。次に鮭です。塩を振り下味をつけます。アルミホイルにバターを塗ります。まず玉ねぎを薄く敷きます。そして鮭を乗せます。そしてきのこをバランスよく盛り付けていきます。軽く塩を振ってバターを乗せます。蓋をして中火で4分、その後弱火で8分間加熱します。フライパンからホイルを取り出し、ホイルを開いたら完成です。まずスキレットに牛乳を注ぎます。そしてその中にチーズが溶けやすいようにちぎって入れます。ちなみにピザ用チーズなどとろけるタイプのものは分離しやすいので、普通のスライスチーズがおすすめです。次に中火にかけて混ぜながらチーズを溶かします。この時火が強すぎると吹きこぼれてしまいますので、火力を調整してください。仕上げに胡椒を振ったら下準備の完了です。肉に火が通るまでしゃぶしゃぶして召し上がってください。まず温めたスキレットにオリーブオイルを引きます。そして米を加えて弱めの中火で 1,2 分炒めます。
そして水を加えます。さらにコンソメとカレーのルーを加えます。その後10分間ほど放置します。次にルーが溶けるように優しく混ぜます。その後は焦げつかないように混ぜながら煮詰めていきます。水分が飛び、芯が軽く残る程度で火から下ろします。もし水分がなくなってもお米が硬いままの場合は、水を少し加えて加熱を続けてください。最後に盛り付けに入ります。中央にくぼみを作って卵を割って入れます。そして粉チーズとパセリをかけたら完成です。はーい、完成しました。